幻想郷、もう忘れられてしまった、幻想となった者たちが集う場所。そんな幻想郷はいろんな種族が居住し、時には異変を起こし、時にはみんなで楽しく宴会をしています。しかしまだ謎なことが多く、危険な妖怪や地区があるため知らずに観光なんてしてしまうと、残機がいくつあっても足りません。なので今回、幻想郷の安全かつ絶対一度は行くべき観光ツアーをご紹介していきます。皆さん、ウェルカムヘール、ウェルカムヘール。今回は幻想郷に漂流した時の安全かつ最高の観光ツアーをご紹介していきますよ。危険とはいえ幻想郷にせっかく来たならそのまま帰るだけじゃちょっともったいないもんな。一体どんなルートで観光するのがベストなのか教えてください。では早速、観光ルートをご紹介しましょう。まず外の世界から来た者はどこに漂流するのか、皆さんご存知でしょうか？外の世界から来たものってランダムで漂流するもんじゃないの？実は特定の場所で漂流することがわかっています。その場所は霧の湖。霧の湖と言ったら高馬峡2面で初登場した場所だよな。なんでそんなところで漂流するってわかるんだ？実は歴代の外の世界から来た者は大体がこの霧の湖なのです。まずレミリア城率いる高馬艦組も遠い外の世界から来たのですが、霧の湖に館があります。またプリズムリバーが住んでいるプリズムリバー邸も外の世界から来たものなんですよ。さらに時代は違えど私たちと同じ世界と思われるマイリベリーハーンも高馬艦周辺で漂流したようなのです。へえ、それはかなり信憑性ある考察だな。同じく外の世界から来た森や一家も場所は違えど隣の妖怪の山に飛んできたしね。なので漂流する場所は霧の湖と思われますよ。霧の湖は妖怪の山のふもとにある湖で近くに高馬艦があります。昼間には霧がかかり視界が悪くなるので少し注意がありますね。しかしこの地区は必ず会うべきものがいます。それが妖精のチルノと大妖精です。そっか霧の湖ではチルノがいるんだ。それは絶対会わないと損だな。ただ、チルノは意外と危険度は他の妖精と比べて高めに設定されているほど妖精の中では危険。もし急に攻撃されそうになった場合は、簡単な算数の問題を出すだけで相手は、行動が止まるので対策として覚えておくといいでしょう。ちなみに大妖精も二次創作では清楚感あるキャラとして描かれていますが、公式ではチルノたち同様にいたずら好きなので襲われる場合があるので、同じような対策をすれば問題ないですよ。もし仲良くなれば一緒に遊ぶこともできるはずなので、ぜひ仲良くしてあげてください。でもこの地区って結構危険な場所じゃないか？霧で視界が悪いしさっさと場所を移動した方がいいのでは？安心してください。この地区はあまり強くて危険な妖怪はいないようです。また湖自体広く見えますが、外周は歩いて30分ほどなので小さめ。この地区のリーダーは東方愚問式によればチルノらしいので、そこまで強い妖怪や危険なものはいません。ちなみに妖怪は人形のワカサギ姫がいます。彼女は虫を殺すこともためらうぐらい優しい妖怪なので、非常に安全。彼女ならば仲良くなれるのでもし見かけたらお話ししましょう。ワカサギ姫と会ってみたい。東方文化新報ではタワンだったから確かめてみたいよ。下心見え見えやないか。なのでこの地区はかなり探索しやすいので怖がらずに探索するといいですよ。せっかくなのでとりあえず高馬館まで目指しましょう。中に入るのはさすがに危険ですが、外から高馬館の外観を見るといいですよ。本当に真っ赤な館なのか？レミリア城や妹のフランドールが苦手な日光を防ぐために窓が少なくなっているのか確認してみてください。またもしかしたら門番が寝ているかもしれないので生態観察をするのもいいでしょう。幻想郷観光名物、立ちね門番。もし起きていた場合は話しかけるといいでしょう。彼女は妖怪といっても、非常に交流度が高く、襲うことはないようなので、一方的ではあるものの話を聞くといいでしょう。美人中華妖怪の門番さんの話聞いてみたい。運が良ければ高馬館のメイド長なんかとも会えるかもしれないですね。ちなみに中に入るのはパーティー以外は危険なので、気になるところではあるもののやめておくのが無難ですよ。続いて近くにはプリズムリバー邸もあるので行ってみるといいでしょう。その名前の通り、プリズムリバー三姉妹が住んでいる場所です。彼女たちも人間に危害を加えるようなことはしない壮麗なので会えそうだな。ただ彼女たちはとてもライブなどで忙しいので会えるかどうかは不明ですね。しかし建物は魔法が使えるような世界から来た建物なので、面白い建築になってると思うので行ってみるといいでしょう。では霧の湖周辺は探索し終わったので、人里に向かうといいですよ。霧の湖から人里は隣にあり、もちろん危険な場所ではないので行ってみてください。人里でおすすめの場所はある？まずたくさん歩いてお腹が空いたと思うので、居酒屋ですが料理が非常に美味しいと評判のゲイドン亭に行くといいでしょう。そこにはめちゃくちゃ可愛くて健康的な看板娘の奥野田美代ちゃんがいます。ゲイドン亭名物メタブロスを拝めることができ、私の悲願は達成されました。彼女は東方プロジェクトで珍しいとてもいい子なので、私たちの服装を見れば大体察してくれるので、ご飯をいただく代わりに働くといえば、料理を出してくれるはずです。
そっか、私たち一問なしだもんね。みよいちゃんならわかってくれるだろう。ただ雑なことをすると彼女も妖怪なので記憶を消す能力で大変な目に遭わされるかもしれないので、しっかりと働くようにしましょう。ちなみにゲイドン邸では昼間っから妖怪が変装してくることがあります。こんな感じの人やこんな感じの人がいれば妖怪。この方に関してはすぐにわかりますね。ただ人里では妖怪は襲わないのがお約束なので、気軽に話しかけるといいですよ。ではご飯が食べれたら貸本屋に行ってみよう。ここには好奇心旺盛な小鈴ちゃんが働いているので、声をかけるといいでしょう。外の世界の本についても興味があるはずなのですぐに仲良くなれると思いますよ。小鈴ちゃんは一番私たちに近い人間なので一番話しやすそうだな。続いて、会えるかどうかわかりませんが、ヒエダー Q が住むヒエダ邸も見に行くといいでしょう。彼女は召使いがたくさんいるほど豪邸に住んでいるので、家を見るだけでも面白いと思いますよ。Q はいろんな場所に出向いたりしているので会えるかは微妙ですね。ただ東方愚問式と愚問くじを読みました。といえば合わせてくれるかもな。もし会えたら幻想郷の知識で右に出る者はいないのでいろんな話が聞けると思いますよ。人里だけでもかなり楽しめそうだな。あとウサギのお団子屋や、ふらふら遊びに来るじゃせん。寺子屋のワーハクタク先生なんか見どころなので、ぜひ寄ってみてください。人里を楽しんだら、みよいちゃんからみこさんを紹介されると思います。そのみこさんとはもちろん白霊神社のみこである白霊霊夢。霊夢来たー。ぜひ霊夢と会った場合はこちらの観光スポットもチラ見しておきましょう。脇みこという名の観光名物。多分霊夢の方を紹介されるので、とりあえずその日は白霊神社に泊まらせてもらいましょう。白霊神社に泊まっても興奮して寝れなさそうだ。すると次の日おそらく魔法使いさんが立ち寄ってくると思います。その魔法使いとは霧雨マリサ。マジか、霊マリを間近で見られるのか。実際に霊マリを見れたら涙ボロボロよ。これだけでも大満足ですが、マリサに観光案内の依頼を出すといいですよ。彼女は何でも屋であり、お金がなくても外の世界のものや情報をあげれば引き受けてくれるでしょう。マリサは収集家だから、外の世界のものをあげれば引き受けてくれそうだな。マリサじゃなくとも必ずボディーガードをしてもらえる人は探してください。幻想郷はとても危険なところなので生身の人間だけで行くと満身創痍確定なので必ずボディーガードしてもらえる人を見つけましょう。これで皆さんの憧れであるマリサのほうきで2人乗りツアーが行えますよ。マリサのほうきに乗せてもらえるとかもう感動ものだよ。まず行くといい場所は妙蓮寺です。妙蓮寺は白霊神社から遠くないのでまず寄ってもらうといいでしょう。妙蓮寺は仏教を信仰するお寺です。信仰者は人間妖怪問わずであり、東方地霊記伝を見る限り多くの信仰者がいるのがわかりますよ。なのでこのお寺の者はお酒は飲まない摂取を好まない肉を食べないなどの宗教的なルールを大切にしています。幻想郷ではお酒交流を交わすことが多いので、少し人間と打ち解けにくいようです。私たちの世界の仏教も本来はお酒がダメらしいんだぜ。しかし妙蓮寺の弟子たちは隠れてお酒を飲んでいたのだった。修行の成果が出ていません。実は妙蓮寺の建設は、守谷神社の八坂かな子と森安和子が一晩で完成させています。あんな立派なお寺一晩で作ったの？一応商売の敵になる妙蓮寺の建設を手伝っているところ森谷一家の懐の大きさがわかりますね。そんな妙蓮寺の聖白蓮のありがたい教えも聞かせてもらうといいでしょう。どうやら定期的に座禅体験的なこともしているので彼女のお経を読む姿が見られるはずです。あと揺れる聖杯も観光名物として有名なので拝んでおくといいですね。妙蓮寺一番の見どころです。妙蓮寺はいろんな種族の妖怪と会えるからすごくいい経験になるぜきっと。そう、妙蓮寺は妖怪がたくさんいますが、白蓮が認めた者だけがいるので下手に人を襲う妖怪はいないので妖怪と触れ合うことができるのもポイントですね。村佐船長に水難事故を起こしてもらいたいですよ。こんな感じの、そっちの事故ですか。他にも財産を与える力を持つ虎丸将とか雲山を相棒とする一輪、よく遊びに来る小笠など魅力的な妖怪がいるのでとても魅力的なお寺なので必ず行ってみてください。そっか小笠とも会えるかもしれないのか。小笠に驚かされてみたいですね。やっぱり妙蓮寺は外せないな。この場所だけで多くの種族と触れ合えるので超おすすめ観光スポットです。続いて向かう観光スポットは永遠亭です。永遠亭は東方栄夜賞で初めて明かされた場所で蓬莱山家具屋を主とする古い和風建築の大きな屋敷だよな。迷いの竹林という非常に迷いやすい場所の中にある屋敷です。迷いの竹林からこの屋敷まで行くにはこの中で住んでいる者や、幸運な人しかなかなか行けないようだぜ。一般人で行くのはほぼ無理ですが、今回は案内人のマリサがいるので、妖怪に襲われることはありません。ただ、マリサも迷いの竹林から永遠亭までは迷うようですね。その場合は幸運のうさぎ稲葉亭を見つけるか、藤原の母校という少女に助けられましょう。栄夜賞組に会えるなんて最高じゃないか。難易度的には母校に助けられるのが無難ですね。ていちゃんさんを見つけること自体がかなり幸運が必要だからね。母校はすでに外の世界の住人と交流があるので、気さくに喋ることができると思いますよ。ただ注意点としては母校は奈良時代から生きている人間なので昔のことを聞きたくなるところですが、母校としては過去は苦い思い出なのであんまり過去の話をしないように注意してください。なるほど、
それはめっちゃ重要だな。ただ喋ると色々話が聞けるはずなのでこの機会にもこうと喋るといいでしょう。ということで、永遠亭に着きました。永遠亭の住人は蓬莱山家具屋、矢心栄林、冷泉うどん芸稲葉亭とこれまた魅力的なキャラクターばかりです。建物としては愚問式によれば大昔の日本の屋敷そのものだが、なぜか少しも古びた様子を見せないとされていて、本物の昔ながらの日本邸が古びた状態ではないまま見れるのでとてもいい経験ができると思いますよ。なぜ古びてないかについては蓬莱山家具屋の永遠の能力によるものだよ。絶対タイムスリップしたような気分になって、すごく感動してしまうこと間違いなしだな。さらにもともとかなり大きめの日本邸ですが、内装に関してはさらに広くなっています。これも家具屋の能力で空間を歪ませているので通常よりも広くなっているのですよ。高馬館のいざよい昨夜も同じことをしているよな。中はもっと広いって絶対体験できないことだからめちゃくちゃ面白そうだよ。さらに住人も魅力的な少女ばかりでなんと、竹取物語に出てくる本物のかぐや姫と対面することができます。おとぎ話に出てくるかぐや姫に会えるって心臓爆発しそうだわ。かぐや姫はどんな人も仲良くなってしまうぐらい非常にコミュニケーション能力が高いので話せばすごく楽しい時間になるでしょう。永遠の思い出になるね。他にもやたら目立つ服装をしているナースの矢心栄林や、月のウサギである冷泉、地上の千万最後へ稲葉亭とも会える、栄林先生のカウンセラーを体験してみたい。同人誌みたいにあんな展開になることに期待ですよ。ちょっと何言っているのかわからないです。このように永遠亭も非常に魅力的で昔の日本を体験できたりできるのでまたおすすめの観光スポットですよ。迷いの竹林で迷うのは、少し危険だけど永遠亭自体は安全なところなので観光地としてはすごくいいところだよな。また運が良ければゲット版商店の参加もできるかもしれません。ゲット版商店とは永遠亭が主催する月の珍しい道具が見られる博覧会イベントだよな。月の高度な技術で作られた兵器や近代的な道具が展示されているので非常に楽しめるイベントですよ。もしかしたらちょうどこのイベントに参加できるかもしれないので、参加してみてください。さて、永遠亭を楽しんだら次に向かう場所は妖怪の山です。こちらは普通なら人間が行くと妖怪の餌になりますが、案内人がいれば大丈夫。妖怪の山はニトリ、もみじ、旗手、茨城河川など有名どころのキャラがいるので行ってみないとだよな。ここで注意点としては間違っても交流道に入ってはいけません。妖怪の山の高地に入り口がある洞窟ですが、非常に深く、生身の人間では酸素がなくなり最後までたどり着けないほど、さらに大ムカデの姫虫桃代が有事を採掘しています。彼女は話せばいい人だけど、妖怪としては非常に危険な部類なので会わないように。じゃあ妖怪の山のどこに行けばいいの？まず見てもらいたいのは九天の滝です。滝周辺は犬走りもみじがいたり、滝の下はニトリがいる場所だよね。こちらはちょうど今とても見どころ満載な場所なんですよ。ゲームステージとしては画面全体を水柱が占め、妖精などが滝水面の向こう側から出現します。風神録のストーリーにおける季節が秋であることもあり、色鮮やかな紅葉の葉が散るステージ。滝の下は東方プロジェクトの名曲で名高い神々が恋した幻想郷が流れるステージなんだよね。それは実際に行ってみないとだな。ちょうど今紅葉の時期なので季節もぴったりなのでこちらに行くのがおすすめです。妖怪の山は富士山ぐらい非常に高い山なのでそこから流れる滝も絶景だろうしね。またこの周辺にはカッパたちが生息しているので、漫画で見ていた可愛らしいモブカッパとも出会えるかもしれません。ファニーちゃんと会えるとかテンション上がるわ。ここは妖怪の山でも非常に絶景スポットなのが予想されるのでぜひ行ってみてくださいね。曲と合わせて幻想郷と言ったらという感じの場所だもんな。ここは外せないね。また近くには間欠泉地下センターがあります。八坂かな子指導のもと、カッパによって妖怪の山のふもとに建設された核融合の研究施設だよね。地下深くに続く縦穴であり、エレベーターで最下層まで降りることができますよ。東方飛送転速においては最深部の融合路で霊宇治打つホガロの管理をしていました。観光だとどこまで行けるかわかりませんが、こちらも観光スポットとして行ってみるといいですよ。間欠泉地下センターの元ネタは諏訪市の諏訪湖畔にある諏訪湖間欠泉センターで、熱水が高く吹き上がる間欠泉が有名なのでそれと同じような間欠泉が見られるかもしれないしな。続いて向かう観光スポットは中の道です。中の道？聞いたことない場所だな。位置としては妖怪の山の隣ですね。そこまで遠くないと思われるので行きやすいと思いますよ。こちらは夜になると非常に魅力的な場所になるのです。山の裏側と三途の川の間にある道でこの道を通らないと、三途の川にはたどり着けない場所です。おいおい、死者が通る道ってあまりにも物騒すぎでしょ。確かに死者の通る道なので寂しい場所だと思いきや、そんなことは一切なく、道沿いには金魚すくいや人玉ボンボンやなど死者向けの出店が並んでおり比較的賑やかな場所なのです。お祭り好きな少女もよく訪れたりしたり、死者
者がここで生きる楽しさを思い出して引き返して息を吹き返すこともあるんだとか。ほえー、そんなお祭りみたいな場所があったんだ。でも幽霊とか多そうだし危険度高いじゃないの？危険度もまさかの一番低い低認定されていて、一般人も通えるレベルなのです。マジか、私たちでも行ける場所なんだ。ただ店を開いている多くは地獄に落とされた罪人たちなのでぼったくりにご注意を。いやめっちゃ怖いやん。なぜこんな道に出店が出てるかというと、地獄は財政なんで、三途の川の私ちんだけじゃ賄えないからというかなりリアルな理由です。だからお店のお金も地獄に落とされるので、働いている地獄の罪人も改心されたものだと思うので多分大丈夫。まさか地獄の財政状態が関わってるとはね。その辺のリアルさも東宝の面白いところですよ。東宝部門式を見ると人間の子供がいるのでやはり安全性は高い場所ですね。まあ地獄が繋がってる以上下手なことできないか。死者がいるだけあり、面白い店が多く、遺書つかみ取りや死後占いなんていうのもあります。遺書つかみ取りって意味わからんやろ。といった感じで夕方から夜はこちらの中の道でお祭りを楽しむといいでしょう。またもし夏場だったら隣にある夏場太陽の畑というところで、プリズムリバーたちがライブをしているので、覚えておくといいでしょう。この場所は風見優香もいるから本当に危険な妖怪なのか確かめてみたいところだな。そう次の場所に向かう前にお土産を買っておいておきましょう。幻想郷のものを外の世界に持ち込むってまずくない？安心してください。このお土産は幻想郷の住人に渡すものです。一体誰にどうして？十分に楽しんだら最後に守谷神社に行きましょう。おお、早苗さんや諏訪子様、かな子様と会えるのか。そう、ここは守谷の神々がいる場所ですね。守谷神社の神々は私たちと同じ外の世界から来た住人なので話も合うはずなので楽しめると思いますよ。また先ほど買っておいたお土産をかな子様に渡しましょう。愚問九呪によればかな子様はお土産に弱いらしくお土産を渡すととても喜んでもらえます。なるほど、神々のお供え物ってことね。そうすると何が起こるのかというと、上機嫌になったかな子様は外の世界まで送ってくれる。東方水長花を見るとかな子様は幻想郷と外の世界を行きできる手段があるらしいので帰ることができます。だから最後に守谷神社にしてお土産を買っていったのか。そうすればわざわざ白霊神社まで戻らなくていいということね。ずる賢いやつだな。お褒めの言葉ありがとうございます。最後に早苗さんの年齢だけ聞いて幻想郷の観光は終了です。かなり安全で楽しめるモデルコースだな。でも迫力楼とか魔法の森とか言ってないけど、やっぱり危険なの？迫力楼の桜は絶景スポットらしいですが危険度は高認定されているので非常に危ない。なのでやめておくのが無難ですね。魔法の森はアリスやナルミがいますがあそこも正気が出ていて体調を崩す恐れがかなり高いのでやめた方がいいでしょう。なるほど、安全性でこのルートになったわけか。ぜひ皆さんも幻想郷に行ったらこのモデルコースを思い出して、活用してください。視聴者さんの行ってみたい場所があれば教えてくれよな。また公式漫画の東方地霊記伝の最新刊で判明した新設定についても紹介しているので見に行ってみてくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。